皆さんこんにちは。レジン大好きこうやみです。今回の動画はダイソーの型取りシートを使ってデコレーションパーツを複製します。面倒な型取りシリコンは不要。このシートとレジン液があれば100均だけで複製することができます。今までも型取りシリコンを使うと複製することはできたんですが、ベタつきが残って残念でした。ですがこのポリエチレンのシートは手触りもバッチリ、ベタつきのない型が作れます。気泡が入らないコツも共有するので、ぜひ最後までご覧ください。それでは型取りシートを使っていきましょう。まずは今回の主役の型取りシートをご紹介していきます。パッケージの中にはシートが1枚と説明書が付属していました。まずは説明書を確認していきます。型取りシートは熱を加えて使用する商品ですので、使用場所ややけどに注意してください。使用方法1、型取りシートのフィルムを剥がします。使用方法2、平らな場所で複製したい原型の上から型取りシートをかぶせます。使用方法3、ドライヤーで熱を加えると約60度で軟化しますので、複製したい原型を型取りシートに押し当てて型を取ります。使用方法4、レジン液を流し込みやすいように形を整えます。使用方法5、型取りシートが完全に冷え固まってから原型を取り出してください。説明書の右側には応用編が載っていますが、今回はこちらの基本的な使い方をしていきます。こちらのシートは縦10センチ、横10センチの正方形になります。こちらのシート、プラ板のような硬さがあります。先ほどの説明書にもありましたが、こちらの保護シート剥がさないとうまく型取りができないので注意してください。それではまず使用材料から見ていきます。ダイソーの型取りシート、ハサミ、ピンセット、それからダイソーの魔法のレジン、型取りしたいパーツ、エンボスヒーター、もしくはドライヤーを用意してください。複製したパーツに色をつけたい場合は、このような着色料やラメなどをご用意ください。それでは型取りシートを使っていきましょう。まずはじめに型取りたいパーツに合わせて型取りシートをカットしていきます。パーツよりも型取りシートは大きめにカットします。パーツに対してシートは一回り大きくカットします。ここでケチってしまうとうまく型取ることができなくなってしまうので注意してください。耐熱性のある土台の上にパーツを乗せて保護シートを剥がした型取りシートを乗せます。そうしましたらエンボスヒーターもしくはドライヤーを使って型取りシートを温めます。型取りシートが柔らかくなってきました。横から見るとパッと見もう型取りができているような気がしますが、花と花の間の細部にはまだ型取りシートが流れ込んでいません。ピンセットを使ってこの花びらの間に型取りシートを食い込ませます。この時ピンセットの先っぽを使うとシートが破れてしまうので気をつけてください。シートが熱を失って硬くなってきたらもう一度温めたいのですが、その前にこの4つの角を内側に折り込みます。4つの角を内側に折り込むことが内側に折り込むことができたら、もう一度エンボスヒーターで温めます。エンボスヒーターでシートを温めることができたら、こぼれ落ちているシートを中心に寄せ集めます。
今回型取りしているこちらのバラはシールになるのですが、100円ショップセリアさんで購入したものになります。ダイソーさんにも似たようなね、バラのシール売っていたので、もしこちらのバラを型取りしたいという場合は、100円ショップセリアさんかダイソーさんで探してみてください。中心に型取りシートを寄せることができたら、もう一度エンボスヒーターで温めます。型取りシートが温まっているか温まっていないか、触って確認するのはとても危険なのでやめてください。やけどしてしまう恐れがあります。ではどうやって温まっているかいないかを見分けるのかというと、型取りシートは温めると透明度が増します。逆に冷えてくると白っぽさが出てきます。この透明感を頼りにして温まっているかいないかを見極めてください。気泡が入っていないか確認しながらパーツにシートを密着させることができたら、最後にもう一度温めます。温めることができたら、縁にこぼれ落ちてきたシートをよいしょ、なるべく丸くなるように調整していきます。こちらの型取りシートで作った型は、この後逆さまにひっくり返してレジンを流し入れます。逆さまにした状態で自立するようにしないとレジン液がこぼれてしまいます。そのためこちら表面が安定するようにギュッギュッと上から指で押して平らにしてあげます。こんなんでいいかな。形を整えることができたら熱が冷めるのを待ちます。熱が冷めるのを待つ間にこちらのちっちゃいパーツも複製していきます。しっかりと保護シートを剥がしてからパーツの上に型取りシートを乗せます。そうしましたらエンボスヒーターで温めます。完全に冷めたことを確認してから型からパーツを外していきます。この時に熱が冷めていないと綺麗なパーツを作ることができなくなるので注意してください。こうやってね、触った時に少しでも熱を感じたらもうしばらく放置してください。こちらは完全に冷めているので型外ししていきます。いいね。もし型からパーツを外しにくいという場合は、このね、レジンクリーナーを流し入れるという方法もあるのですが、このね、パーツの時点で剥がしにくいとなると、レジンを流し入れた時もっとね、外しにくくなるので、もしパーツが外しにくいなと感じた場合は、もう一回作り直すことをお勧めします。無事に全てのパーツを外すことができましたこの子ちょっと片付いているね。レジン液を注いだ時に傾いてしまわないように気をつける必要があります。そうしましたら朝食パレットにレジン液を流し入れます。こちらの透明のレジン液を先ほど作った型に流し入れていくのですが、このままレジン液を流し入れると気泡が発生します。このようなつるっとした単純な形にレジン液を流し入れるときより、今回作った型のように複雑な形の型にレジン液を流し込むとき、とても気泡が発生します。そこでこちらのレジン液に一手間加えていきます。こちら先ほども使ったエンボスヒーターになります。
こちらのエンボスヒーターでレジン液を温めます。レジン液は温めると粘度が低くなり、気泡が発生しにくくなります。型の中にレジン液を注いだ後に気泡を処理しようと思うと、とても大変な作業になります。ですが今回のように型に流し入れる前に気泡が発生しにくく処理をしてあげると、圧倒的に気泡の処理が楽になるので、ぜひ試してみてください。それではこちら、中くらいのバラに流し入れます。レジン液はなるべく少量ずつ流し入れてください。優しくそっと縁いっぱいまで入れることができました。そしたらこちらの2つにはカラーレジン液、ラメレジン液をそれぞれ流し入れます。まずはカラーレジン液から流し入れます。こちらダイソーのレジン用着色料ブルーになります。レジン用着色料ブルーで着色していきます。魅惑の青バラを作っていきます。着色することができたら、カラーレジン液の中に発生した気泡を処理します。気泡を処理することができたら、型にレジン液を流し入れます。優しくレジン液を流し入れることができたら、最後こちらにラメ入りのレジン液を流し入れます。ラメ入りが一番気泡が目立ちにくいです。すべてレジン液を流し入れることができたので、レジンライトで固めてきます。固めることができたらひっくり返して、裏側からもレジンライトをたっぷりと照射します。両面しっかりと固めることができました。裏面からもしっかりと紫外線を照射しないと未効果になっていることがあるので気をつけてください。そうしましたら、こちら硬化熱が冷めるのを待ってから型からレジンを取り外します。硬化熱が冷めたのでモールドからレジンを取り出します。もし型からレジンが取り出しにくい場合、レジンクリーナーを1滴垂らしてモールドとレジンの間にレジンクリーナーを染み込ませて、以上でレジンクリーナーを全体に行き渡らせることができたら、型からレジンを取り外します。よいしょ。おう素晴らしいね。こちら小さくなればなるほど型外しがしにくくなります。もしね、どうしても型外しができないという場合は、カッターやハサミなどを使って型を切ってしまってください。型から取り外すことができたら完成です。100円ショップの材料だけでここまで精巧に複製することができます。大きいパーツより小さいパーツの方が難易度が高いので、初めは大きいパーツからチャレンジしてみてください。